はい、ご紹介いただきました塩沢です。本日は、放射性セシウムの地表面濃度の現場測定法と測定例と題して、ご報告いたします。私はこれまで、研究家の報告会で、3回ほど、報告しております。で最初は土壌中の放射性セシウムの挙動、それから次が水田で高濃度汚染米が出たメカニズム、それから放射性セシウムはどこから水系、河川やため池に流出したかということをお話ししました。で、この土壌中の挙動、それから水系にどう流出したかということと、今日の話、関わりますので、簡単に、ご紹介をしたいと、今までの報告の紹介をさせていただきます。で、土壌中の挙動をですね、降雨によって土壌中をどれぐらいの速度で、セシウムが、動いているかということをモニタリングする方法として、シンジュレーションサーベイメーターを土の中に打ち込んだパイプの中に入れて測定するということを、オリジナルに考えまして、で、ただ放射線はいろんなとこから飛んできますんで、水平方向のみに入射するように鉛で遮蔽してここに窓を作ってですね、これを深さごとに測定していって、その見かけ上の濃度分布を測定する。で、これ自体は濃度分布は正しく出ないんですけども、2つの時点でその濃度分布の重心を比較して、2時点の移動量を、求めるという方法を、考えまして、モニタリングした結果としてですね、フォールアウトから2、3ヶ月間は、水分子の浸透する速度のセシウム移動速度がその10分の1から20分の1と、予想外に速かったんけれども、その後は、100分の1から、500分の1程度に、低下している。現在も大体、1年で5ミリ程度、下にに加えているというおります。雨が降って水が浸透していく速度は森林でも畑でも、表面の透水性が良ければ同じぐらいで、地下水位が深ければおよそ1年間に2メーター、2000ミリ程度です。で、その数百分の1っていうと、5ミリぐらいというふうになっていますけども、重要なのはフォールアウトした最初、それより10倍あるいはそれ以上早かった。で、これは、当初水溶性の形でかなり水と一緒によく下向きに動いたということを示しております。で、次にですね、昨年お話ししたのは、ため池の中に蓄積しているセシウムの量を現場で測定する。で、スキャンして存在量全体、平均量を求めるというやり方を、サーベイメーターを水中にアタッチメントをつけて入れるという、やり方でですね、上流が森林のため池と市街地のため池を選んで、そこに存在する、低泥に存在するセシウムの量をそこに湖面に沈着した量と比較した。で、沈着量というのは、周辺の土壌の、表面濃度で表されますけども、でその結果、上流が森林のため池は周辺に降ったセシウムの量よりやや少ないして、しかし上流が市街地のため池は5倍ぐらいで、市街地から大きな流出があるということを示しまして、放射性セシウムの水系への大きな流出は、森林から生じたのではなくて市街地から生じたということを、示しました。で、今日お話しするのは、地表面のセシウム濃度対面積あたりの存在量ですね。これを現場で、測定する方法と、その応用例です。
で、我々はよく、キログラムあたりベクレルを、土壌に対してもよく使うわけですけども、しかし、質量あたりのベクレル数っていうのは食料だとか、あと生物って植物に対しては、これでいいと思いますけども、土壌に対してベクレルパーキログラムが意味を持つのは、農地土壌で0から15センチっていうような深さを決めて、サンプリングする場合に限られると思います。これは例えば深さ15センチまでの、満たされてない土の濃度分布を見たものですけども、表面の、1、2センチ、2センチぐらいまでで、たくさん多分あるわけで、これを15センチで平均すればこの点線のような、レベルの濃度になるわけですけれども、キログラム4000ベクレルぐらいになるわけですけど、表面1センチだけ取ればそれは3万ベクレルにもなる、10倍にもなるわけで、キログラムパーベクレルっていうのはあまり意味を持たないんで、そこに存在する量、あるいはそれが減ったとか増えたとかですね、セシウムの収支を考える上で必要なのは、面積あたりの、存在量であります。でしかし、なかなかこれが測定したするっていうことが少ないと思います。土壌自身をサンプリングして簡単に求められませんので、現場で測定するっていうのが必要だと思うんですけども、測定法が、今まであまりないと言っていいと思います。なくはないんですけども、航空機モニタリングでは面積あたりのベクレルというのはよく測定されているわけです。で、ですね、サーベイメーターをもし測定するとして、表面濃度が均一で無限に広がっていたとしたらば、ここに入ってくる放射線、ガンマ線ですけども、ガンマ線のセンサーに入るガンマ線の量は高さによりません。ただし、空気の影響が減衰したり散乱したりっていう影響がなければっていうことです。これは表面の面積要素からここに到達するセシウムガンマ線の、量は高さに反比例します。で一方で視野角に入ってくる面積は高さの事情に、比例しますんで、高さによらないということになる。しかし、これが均一じゃなくて直下と周りとで表面濃度が違えば高さに依存するということになるわけです。でそれで、そういう場合に、直下の表面濃度を測定する方法としては、直下から来る以外の部分を、遮蔽する、鉛で、覆って、直下から来るものを、測ればいいということになるわけです。こういう鉛のコリメーターをつけて測る。で多分航空機モニタリングはこういうやり方で、測定しているんだと思います。で、私も鉛で遮蔽してっていう、実はこの鉛のコリメーターは、先ほど土壌中のパイプの中のモニタリングで使った、鉛のコリメーターにちょっと鉛の部品を追加して、表面用に作り直したものです。アタッチメントを作るだけでそういう設定になるようにしてあります。で、下の部分をオープンにして、そこから入るようにガンマ線が入るようにするわけですけども、で、鉛で遮蔽すると言いましてもですね、私の手作りのものは、厚さがせいぜい2センチ程度のものです。しかし、周辺から入ってくる、ガンマ線をですね、10分の1以下に遮蔽しようとすると、3.5 センチから4センチぐらいの厚さの鉛遮蔽が必要になります。で、鉛1センチでだいたい半分に減衰しますんで、
10分の1にするには4センチぐらいの厚さが必要になります。でそうするとですね、重さがだいたい30キロを超えるような重さになると。でそうすると、作るのも大変ですけど、それ以上に持ち上げられないんで、簡単に測定できる装置にはならないわけです。で、それでどうやってこれを、遮蔽と同じ効果を持たせるかっていうことを考えまして、ここに蓋をつけた測定をすることにした。で、この蓋は、他の部分より分厚く、3.5 センチの厚さになるようにしてあります。で、ここを塞いで、ほとんど塞いで測定をすると。でその時に測定される、ガンマ線は、この本来の遮蔽を漏れてくるものであろうというふうに考えまして、オープンの状態からクローズの状態を差し引けば下から入ってくるものになるだろうというふうに考えて、そういうこのクローズの測定を加えて、オープンから差し引くことにしたというものです。どこを測定しているかっていう影響圏ですけれども、これは高さによって、広がっていくわけです。で、測定対象が、この、影響圏の範囲内に入るような測定をするわけですけども、その範囲で、高さによらない範囲で測定をするということになります。それで、こういう、オープンの状態とクローズの状態で、一番地表面に近づけた状態が、4センチまで近づけられます。ここに蓋が入るんで、その部分が、これが最低の状態で、20センチぐらいの高さだと、こんなプラスチック容器の上に置きますし、それ以上だと、測量用の三脚に吊るして、測定をします。で、現場で検証する、一例なんですけども、これはですね、濃度上のセシウム表面濃度を測定した。で、両側に後期された水田があります。で、後期された水田は、削度15センチで混合されてますんで、土壌の減水の影響が、セシウムが深くに入ってるんで、濃度の大体2分の1ぐらいになっています。そういう条件でですね、コリメーターつけない、これ高さと、50秒間のカウント数を取ったものですけれども、コリメーターなしだと、高さが高い方が、周りの、水田の影響で高いほど下がっていきます。で、これがオープンで、これクローズドがこっちにあって、それを差し引いた値が黒ですけども、これが高さによらない、測定ができているということを、示して、おります。で、それからもう一つ、これは乱されていない水田でですね、コンクリートで囲まれて、そばに家があったりするわけです。で、コリメーターなしで測定すると、やはり高さに依存して高いほど、下がっていく傾向が出ます。でしかし、オープンで測定すると、ずっと良くなりますけど、それでもやっぱり高さによる依存が若干出てくる。で、クローズ測定を差し引くことによって高さに依存しない、測定値が得られます。で、この場所は土壌のサンプリングで、セシウム濃度が、63万ベクレルパー平方メーターって分かってますんで、この、私の現場測定法の値を、ベクレル数に換算する、平方メーターあたりにベクレル数に換算する定数を、この測定で、決めたということです。で、
次にですね、さっき影響源がどこまで、あるかということを、測定する室内実験を、行いました。でこれは極端に不均一にするために、室内に円形に福島から取ってきた土を置いてですね、この直径が44センチと88センチで、厚さが4センチほどにしといてですね、この上から、高さを変えて測定すると。でそうすると、影響圏にこの半径が影響圏に中に入る限りは、高さによらない一定値が測定値になるはずだということで、やりまして、これが、結果で、縦軸がですね、汚染度の存在する直径と高さとの比を取っています。で、オープンで88センチと、44センチで、これがオープンの場合ですね。で、これがオープンマイナスクローズド。で、理論的には D 分の H で測定値決まるで大体そうなってるわけですけども、オープンだけですと、高さによらない部分っていうのはないんですけど、オープンマイナスクローズドにすると、H 分の D が 0.4 の範囲でほぼ一定値が高さによらない値が得られると。でということでですね、これはここから影響圏を出すと、影響圏は測定高さの直径 2.5 倍程度ということですから、高さ4センチだと直径10センチ程度の、その範囲を測定していることになると。20センチだと、50センチ、直径50センチぐらいという測定になります。それで、測定例なんですけども、福島県の農業センターのですね、花木園というのがありまして、ここはですね、ここに2本の、低い畝があります。でここは、2011年の、原発事故のフォールアウト以前から、かなり前からこの状態で乱されていない状態です。で粘湿度でですね、透水性はかなり低いと、表面の透水性は低いと思われます。で草があって、その根もありまして、土壌侵食が見られるようなところではないわけです。で今この線に沿って、10センチおきに表面濃度測定することでして、で、標高を測量しているところです。で、高さを一番低い4センチにしてですね、10センチおきに測定していったものです。で、これはですね、それでこの側線全体に対する全体のですね、セシウム表面濃度の平均値に対して、その測定点が、どこに来るかという平均値との比を取ったものです。1が平均値になっていると。で、これがこのピンクが、2011年の11月で、三角が2013年の11月に、測定したものです。で、こちらは地盤の標高で、平均値に対して、高さで表される、ほぼ10センチぐらい標高差があるわけです。でそうすると、畝の谷で、濃度が高いで、山の部分では濃度が低い。でこの比が、
4倍もある、3倍から4倍ですね。予想外に、均一ではない。で、きれいに、畝の山で低くて谷が高いということになっているわけで、これは水が流れて、水と一緒に谷部に山から流れ谷部に溜まったというふうに考えられるわけです。で、おそらくこの流れたのは、2011年と13年ではほとんど変わってない。ここはほとんど移動してないわけで。2011年の3月のフォールアウトの時の雨っていうのは非常に弱い雨です。で、1日5ミリ程度かそれ以下の弱い雨が長く続いたような雨で、表面流が生じるような雨ではなかったと思うんで、それ以降、2011年の4、5月にですね、3回程度、日雨量で20ミリないし30ミリの雨がありました。でおそらくこの降雨で、高いところから低いところに、水の流れができて、ですね、それによって流れたのではないかというふうに、私は予想します。で、そうではないかと思うと。で、この結果もですね、やはりフォールアウトから2ヶ月程度は水溶セシウムの形態で水とともに移動しやすかったということを示しているというふうに思います。しかしそれ以後は、ほとんど移動していないと言って、良いだろうと思います。測定例の2番目ですけども、アスファルトとですね、周辺土壌の、表面濃度を比較 しました。いろんな点で、いろんな場所でですね、3つの場所で、土壌表面濃度とアスファルト濃度を比較したものです。これは何点か測定してその平均値を、出しております。で、2011年9月のものと、2013年の2月、11月で、大垣ダムは、その線量としては極めて表面線量ものすごく高いところです。で、アスファルト濃度の方が低いわけです。で、土壌中ではですね、ほとんどわずかしか移動していないんで、降った時の、濃度、自然の減衰はありますけども、保持していると思われます。で、アスファルトはそれに対して、半分、またそれ以下になっているということは、アスファルトから、2分の1程度が、流出したということを示しています。で、この流出もおそらく、フォールアウトから、2、3ヶ月の間、2011年の4、5月、6月の初めぐらいまでに流出したというふうに思います。で、つまりアスファルトから流出したものは、隣の土壌に浸透したか、あるいは道路で側溝があれば側溝に入って、で側溝を通して河川に流出、場合によっては河川に流出した。それが下水にも入ったりして、アスファルトの流出からの流出が、都市下水用での放射性セシウム濃度が高い原因と考えられますし、それからため池のところでも言いましたけども、河川やため池に、流出してホットスポットを形成しているというのは、こういうアスファルトからの流出だというふうに、私は主張しているところです。で、例えば、都市の中のため池で、非常にセシウムの存在量が多い、ため池が、郡山市の中にあります。荒池というため池ですけども、この水源は朝霞疎水で、水は、猪苗代湖から来るわけですけども、これは朝霞疎水から入ったセシウムではないわけで、この周囲の
市街地のアスファルトから雨の時に流入して入ってきたものなんだということであります。で、一般に農業用水の中に高濃度のセシウム堆積物が存在している場合が多いんですけれども、でこれは、水源地から来たというよりは、周辺のアスファルト道路から流入したものであろうというふうに私は考えます。で、森林からの流出っていうのは先ほどのお話もありましたけれども、流出率が 0.1 とか、つまり1000分の1とか数千分の1という1年間にですね、という話がありました。で、森林から数千分の1っていうことは、おそらく森林の中の河川のおよび河川敷のところに沈着したものが移動している程度に過ぎないだろうというふうに思います。それに対してアスファルトからの流出っていうのは非常に大きいということを示すものであります。以上で私の報告をといたします。